不動産屋さんの階段へようこそ。今回のお話は5年以上前に一度配信して個人的な理由からすぐ削除したものの再投稿です。プライバシーの保護の観点から体験者さんの詳細は一部伏せてお話しさせていただきます。さて、その体験者さんは現在不動産会社にお勤めの方で、仮に妙子さんとしておきます。今から数十年前、まだ携帯電話もインターネットもなかった時代のことでした。専業主婦の妙子さんは当時、航空会社の乗務員をしていた夫、一郎さんと2人でその会社の社宅に住んでいたそうです。その社宅は5階建てで、妙子さんと一郎さん夫婦の部屋はその5階にありました。妙子さんの夫一郎さんはフライトでしょっちゅう家を留守にするので、その間は専業主婦だった妙子さんは一人で過ごさなくてはなりませんでした。さて、そんなある日のことでした。妙子さんの夫一郎さんは4泊5日ほどのフライトで家を空けていたそうです。一郎さんがいなくても妙子さんは慣れているので、ほとんど家の中で静かに過ごしていました。そしてちょうど夫が家を空けて3日経った夜でした。夫が帰ってくるのはあさっての夜だったので、まだ2晩は一人で過ごさなくてはなりません。そして夜の11時ごろ、いつものように奥の畳の部屋で布団を敷いて電気を消し、妙子さんは一人で寝ることにしました。その社宅の部屋は玄関とリビングの2つのドアを開けると、一番奥にその6畳間がありました。その夜は妙子さんは横になるとすぐにうとうとしていきました。そしていつの間にか深い眠りに入っていたそうです。しばらくして夜中の1時半か2時ごろの少し眠りが浅くなっていた時でした。突然の物音で妙子さんはぼんやり目が覚めたそうです。妙子さんは襖に足を向けて寝ていたのですが、それは誰かが足元の襖をスッと開ける音だったのです。妙子さんはまだ半分寝ぼけていましたが、一郎さんが帰ってきたのかなと最初は夫だと思ったそうです。ごくごくまれに夫のフライトが変更になり、1日早く帰ってくることがあるのです。ただ古くて狭い社宅なので、妙子さんは玄関とリビングの2つのドアが開く音が全くしなかったので、ちょっと変だなとは思ったそうです。するとその中に入ってきた誰かさんはスタスタっと布団の横を通って妙子さんの頭の先に回り、妙子さんからは見えなくなりました。でも妙子さんはその歩き方で、やっぱり一郎さんが一日早く帰ってきたんだと確信しました。するとその夫らしき人は妙子さんの枕の先でじっとしているようでした。妙子さんを起こしてはいけないと思って声をかけないのかもしれませんが、妙子さんには何かその沈黙に違和感を感じたそうです。するとその夫らしきものは後ろのタンスのあたりで突然ごそごそと何かを探し始めました。でもその様子で分かったそうです。違う、一郎さんなんかじゃない、泥棒だ。きっと私玄関ドアの鍵をかけるのを忘れたんだと震え上がったそうです。するとそう思った瞬間、体が恐怖で硬直し動かなくなりました。妙子さんはこの泥棒が出ていくまで寝たふりをするしかないと思い、早く金目のものを見つけてさっさと出て行けと必死に心の中で念じていました。すると妙子さんの心を読んだかのように、枕元の後ろにいる何者かは布団の左脇をぐるりと通って妙子さんの足元の襖の前でぴたりと立ち止まりました。よかった、出ていく
と妙子さんは期待しながらじーっと目をつぶって出ていくのを待っていました。でもしばらくしても一向に出ていく様子がなく、何の物音もしません。どうしたんだろう、なんで動かないんだろうと妙子さんは恐ろしくなりました。恐怖が頂点でしたが、妙子さんはそっと薄目を開けて襖の方を見たそうです。するとそこには真っ黒な男性の後ろ姿がありました。それを見て妙子さんは驚きました。なぜならその男性のシルエットは夫の一郎さんだったのです。妙子さんは訳が分からなくなりました。するとその黒いシルエットは妙子さんが起きているのに気がついたのか、ゆっくり妙子さんの方に振り返っていきました。そしてその黒い人影が正面を向いた時、妙子さんはなぜか直感的に絶対顔を見てはいけないと思いました。そしてすぐに目をつぶろうと思った瞬間、その夫らしき人の目が光って見えたそうです。それはまるで暗闇で光る野生動物の目のように見えました。妙子さんはすぐ目を閉じ、これは夢だ、だからこのまま寝てしまおうと思っていました。静かに時間が流れていき、本当に寝てしまったのか、次に意識が戻った時は朝になっていました。朝日に照らされて妙子さんは昨夜のことは本当だったのか夢だったのかわからなくなっていました。でも生きている夫が幽霊になって現れるわけがないのでバカバカしいとも思いました。すると妙子さんが布団から起き上がろうとした時、おかしなことに気がつきました。妙子さんはいつも寝る時は襖の扉を閉めて寝るのですが、その朝は襖が50センチほど開いていたのです。確かに寝る前は閉めたはずで、やっぱり昨夜のことは本当だったのだろうかと寒気がしてきました。でも襖のことは勘違いかもしれないので、結局真相がわからないまま夢だということにしました。さてその後無事夫の一郎さんも帰国し、その時はもうおとといの夜のことはすっかり忘れていたそうです。そして何事もなく月日は流れ、妙子さんはしばらく出産育児で忙しく過ごしていました。そして子供が5歳の時に妙子さんと一郎さんの間にいろんな夫婦の問題が起き、結局2人は離婚したそうです。その後妙子さんは女手一つで娘さんを育て、気がつけばさらに15年が過ぎていました。そんなある日、妙子さんは別れた夫の一郎さんが肝臓がんだとその元夫の母親から聞いたそうです。がんが発覚した時はすでに余命数ヶ月と宣告され、妙子さんの娘さんは自分の父親ですから何回も病院にお見舞いに行きました。そして余命宣告を受けてからぴったり2ヶ月後に妙子さんの元夫の一郎さんは亡くなったそうです。一郎さんは亡くなる前は高齢の母親と2人で暮らしていたので、遺骨はしばらくその母親の家に安置されていました。妙子さんの娘さんは自分の父方の祖母の家ですから時々訪ねていたそうです。そんなある日、娘さんは祖母、つまり一郎さんの母親から妙な話を聞いてきました。その話とは一郎さんの49日前のある夜の8時ごろのことだったそうです。一郎さんの母親は座敷で横になっていました。するとスーッと誰かが襖を開けて中に入ってきたので、母親は驚いて目が覚めたそうです。一郎さんの母親は
息子はすでに亡くなって今は一人暮らしなのだから誰かが入ってくるわけがないと思いました。一瞬介護ヘルパーさんか孫たちかなとも思ったそうなのですが、それならまず玄関の呼び鈴を鳴らすはずでした。するとその何者かはその母親の布団の脇を通って後ろにあるタンスの方に回っていったそうです。その時一瞬母親の目に入ったのは真っ黒な人間のシルエットで、それはあの亡くなった自分の息子一郎さんのシルエットだったそうです。母親は思わず一郎と息子の名前を呼びました。すると母親の枕の先にいる息子らしきものは無言のままタンスのあたりで何かを探しているようでした。母親は恐怖はなかったそうで、しばらく様子をうかがっていました。すると息子らしきものがまた布団の脇を通った感覚がすると、襖から出て行ったのか気配はふとなくなったそうです。それは確かに自分の息子、つまり妙子さんの元夫一郎さんのシルエットだったということでした。妙子さんはその話を娘さんから聞いて、急にあの20年前の社宅での体験を思い出したそうです。その時の情景と一郎さんのシルエットだったという点、そして何かを探しているようだったという点など、あまりに酷似していたので内心ゾッとしました。でも不思議なのは、妙子さんがあの体験をした時は一郎さんはまだ生きていたので生き量とも考えられました。でも妙子さんには一つだけ引っかかることがあったそうです。あの社宅で2人で暮らしていた20年以上前、会社の定期健康診断のたびに夫だった一郎さんはまだ若いのに肝臓の数値で引っかかっていたのです。あの当時すでに一郎さんは将来肝臓で命を落とす運命の火種がくすぶっていたということでした。妙子さんはあの夜の体験はそれを当時の妻の妙子さんに警告しに来た未来の一郎さんの霊だったのかもしれないと思うそうです。時間軸で考えたらありえない解釈ですが、妙子さんはなぜかそう思えて仕方がないということでした。そんなことってあるのでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。